さんこんにちは。そしてこんばんは。ケン山本でございます。今日皆さんとお話ししたい内容は腰痛についてであります。腰痛というのはですね、日本人の国民病とも言われている肩こりに次ぐ人口の多さというふうに言われていますよね。そして驚くことにですね、腰痛の 85% 以上は原因不明というふうに厚生労働省がね発表してるんですよ。そして最近はなんと頭がおかしいとかね、脳の問題が腰痛を起こしてたとかね。僕はこの業界に四半世紀以上いるので、ちょっとこれに対して物申したいなというふうに思うことがあるので、今日はその話を聞いてほしいなというふうに思います。皆さんが腰痛になるとどんなところに治療に出かけますか？大きく分けて西洋医学と東洋医学と、一般的に言われている民間療法だとかカイロプラクティックだとか整体院にね通われるんじゃないかなというふうに思います。実際僕はですね、柔道整復師といって接骨院の先生の養成学校を卒業していますし、看護学校も卒業しています。なので西洋医学に対してちょっとお話をさせてもらうことはできるかなというふうに思っております。そして僕はここ10年近くですね、1年間に3回ぐらい渡米してアメリカの医学部で解剖学だとか運動学の方も勉強させてもらってますので、ある程度この西洋医学の考え方っていうのが少しずつ分かってきている感じなんですよね。腰痛になってですね、病院に行くとまず行くところっていうのは整形外科じゃないかなっていうふうに思います。内臓から始まる腰痛っていうのもなくはないので、一概にですね原因が整形外科で解決するとは思えないんですが、整形外科で手に負えなくなると外科に回されたりとかして手術になったりとかするんですよ。で、外科っていうのは命に関わるような危険な状態、危険な病巣とかを取り除いたりするとこなんですよね。椎間板ヘルニアの摘出だとか脊柱管狭窄症の手術だとか、それ以上ひどくならないようにっていうことで分離滑り症のねケアをしたりとかするのも外科の役目だったりするんじゃないかなっていうふうに思います。整形外科はどんなところなのかっていうと、患者さんが痛いっていうところをレントゲン取ったり CT とか MRI 取って安全かどうか正常かどうかっていうのを確認して、判断してくれる場所ね。でリハビリで治るのか、もしくは、薬の方がいいのか、そして安静がいいのか、コルセットを処方してくれたり、薬を処方してくれたり、もしくは理学療法士さんに、リハビリをですね、担当してもらったりだとかするっていうこともありますよね。僕も整形外科に勤めてたことがあるので、経験者から言うと痛いところを中心にフォーカスして見ていくという感じなのが、西洋医学の考え方だなというふうに感じます。東洋医学はどうかっていうとですね、痛いところに向かって全身に張り巡らされている経絡というですね線路みたいなものがあるんですよ。腰に針を刺すんじゃなくて、腰と関係している部分に針を刺したりお灸をしたりして結果腰を治していくという考え方だったりするんですよ。整体とかカイロプラクティックというのは体の歪みを探し出してそれを骨の配列を矯正したりすることによって痛みをなくしていくという療法という理解でまず合ってるんじゃないかなというふうに思っています。整体の中にもいろいろありまして、骨を矯正しないですねマニピュレーション療法、KYT のようなですね療法なんかもあったりするんですが、そういったものを使って整体なんかは体の痛みを取っていくっていうことを一生懸命しているところなんですよね。どれがいいか悪いかっていうのは、患者さんが治ったというふうに表現してくれるまで回復してくれるっていうところが一番いいんじゃないかなっていうふうに思います。簡単に言うと整形外科とかでは特に急性期の問題を取ってくれるのが得意ですよね。慢性期に関しては僕ね看護学校の時にですね習ったのは慢性痛は治らないって聞いたことがあるんですよ。それを聞いてですね、治し方知らないんだなっていうふうにちょっと笑っちゃったんですけれども、でも実際に授業ではそのように習いました。東洋医学ではどっちかっていうとね慢性痛得意ですよね。最近の先生なんかは膝が痛いっていう患者さんに対して膝に針を刺す人が結構多いそうなんで、それはどっちかっていうと整形外科寄りの考え方なのかな、局所的な治療をしたい人なのかなっていうふうに思っちゃったりしますよね。腰が痛い場合も腰に針を刺すっていう先生も少なくないですよね。本来ならば東洋医学的には全身から局所に対するアプローチを行うっていうのがその考えじゃないかなって僕は勝手に思っております。東洋医学はね本当に素晴らしくて五行論なるものがあったりするんですよ。五行論っていうのは例えば怒ると肝臓が負担かかるとか、悲しむと肺が傷んでしまうとかね、塩っ辛いものは腎臓が元気になったりとか、風に当たると腎臓が疲れるとかね、そういうのがいろいろあるんですよ。
ところで僕はですね、10年近くアメリカの医学部の方でお世話になっていて、解剖実習っていうのをですね、毎年3回ぐらいやっててですね、椎間板に対して、研究したことがあります。僕ですね、椎間板に対してですね、触ったことがあるし、椎間板だけを切り取ってですね、観察したことがあるんですね。解剖をやってきたよっていう先生の 99% はホルマリン漬けのご検体でやってると思うんですけども、僕はですね、教授に特別お許しを得てですね、県は次のステップに進みなさいと言って、ホルマリン漬けではなくて、まだですね、腐敗処理をしていないフレッシュ生検体というご検体でね、解剖をさせていただいております。これはホルマリン漬けとホルマリン漬けじゃないフレッシュ生検体はどう違うのかっていうと、ホルマリン漬けになっちゃうとですね、筋肉の色も落ちちゃって筋肉が硬くなっちゃう。そして関節が全く動かないんですよ。ホルマリン漬けじゃない方のフレッシュ生検体の方は生前同様にですね、全ての関節が自由自在に動くような状態で解剖して勉強することができるんですね。で、僕は実際に椎間板を切り取ってですね、観察してきました。で、外見はですね、非常に硬くてでも弾力があるような組織です。椎間板っていうのは背骨と背骨の間をつなぐクッションのような役目なんですけれども、この椎間板を横にさっと切ってみるとですね、驚いたことにですね、ミルフィーユ状にですね、膜がいくつも重なっている感じなんですよ。そしてその膜は硬いのかなと思ったら、押してみたら結構ね、柔らかくて沈んだんです。そしてその膜のですね、中心に髄核といって、そのゼリー状のものがあって、これが外にはみ出すことが椎間板ヘルニアという症状なんですよ。腰椎に椎間板ヘルニアが多いんですが、そもそも腰椎はね、ねじれない仕組みになってるんですよ。椎間板自体がすごく分厚いし、背骨もですね、腰椎の部分っていうのはすごく分厚いんですね。腰椎の後ろ側を見るとですね、椎間関節っていう部分があるんですよ。極突起といってですね、後ろから皮膚のところから触れる突起があるんですけども、そのちょっと奥側にですね、関節があって、ねじれない動きに構成されてるんですよ。前後の動きはできるけども、ねじれることはできないような動きになってるんです。でも、椎間板ヘルニアの人はねじったような症状じゃなければ、椎間板ヘルニアになりにくいんじゃないかなっていうことを僕は確認してきたんですね。何が言いたいかっていうと、椎間板ヘルニアの人はもしかしたら腰椎をねじらされてる可能性があるってことなんですね。本来背骨においてねじれる箇所っていうのは、胸椎っていうふうに大体決まっているわけなんです。胸椎っていうのは胸ですね。胸の背骨。この状態ではねじることが可能なんですよ。なんですが、腰椎はねじれないことになってるんです。でも、もしも胸椎がねじれにくくなっちゃった場合、その代償運動として、代わりに腰椎がねじれなければいけなくなってしまうことが考えられます。胸椎はですね、どういう時に動きにくくなるのかなっていうとですね、反り腰が激しかったりとか、逆に猫背が激しかったりすると、胸椎の動きって悪くなってくるんですよ。この状態で体をフルスイングで右から左にひねったりとかすると、胸椎がねじれない分、腰椎が負担かかってきてねじれてしまって、もしかしたら椎間板ヘルニアになるんじゃないかなっていうことが考えられます。一度ですね、椎間板ヘルニアになっちゃうと、自然に元に戻らないっていうふうに言われてるんですよ。でも、文献によってはですね、マクロファージという組織がですね、その出っ張っちゃった組織をね、食べてくれるっていうふうにも書かれてますよね。ただ、その時にですね、つま先立ちができない、背伸びができないだとか、かかと立ちができなくなってしまったんだったら、一刻も早くですね、病院に相談に行った方がいいっていうふうにも言われています。なってしまったものはしょうがないってことなんですよ。じゃあならないようにするにはどうしたらいいかっていうと、胸椎の動きが正常な状態になるために、猫背も良くないし、反り腰も良くないよっていうのをしっかりしていただきたいなっていうふうに思っているわけであります。また、整体の先生なんかは骨盤の歪みがとかよく言うじゃないですか。こういう歪みというのはどういうことかっていうと、骨盤の左右の高さが違うんですよ。で、それが原因でその上に乗っている背骨がカーブを描いてしまうっていうことが考えられますよね。骨盤の左右の高さが違う理由っていうのは、片方の膝が曲がりっぱなしになってるだとか、股関節が片側は休めの姿勢とかしているとですね、当然骨盤が水平から傾いてきてしまいますよね。なので骨盤を安定させるためには左右均等の動きがいいと言ったりするんですが、ほとんどの人は右足は軸足であったり、左足が左右足であったりとかするので、多くの場合は骨盤がある程度ずれてても
傾いててもですね、問題がないっていうふうに言われています。カイロプラクティックのドクターが言うには、日常生活何ら問題がない、運動しても何ら問題がない背骨の歪みというのは治す必要がないよっていうふうに言われています。僕もこれ賛成で、骨盤がね左右対称じゃないから異常というふうに考えがちなんですが、それはですね、生活できてれば問題ないよっていうふうに考えていいんじゃないかなっていうふうに思っております。だからほとんどの人がですね、左右の足の長さって違うっていうふうに言われてますよね。左右の骨盤の高さだとか傾きがイーブンっていう人がね、実は少ないんですよ。だからあんまりですね、センシティブにならないで、多少のズレは別に問題ないんだっていうぐらいのね、気持ちでいいんじゃないかなっていうふうに思います。背骨がすっごい歪んでいる側弯症とかいるじゃないですか。こういう人もですね、実は痛みを感じてない人が結構いるんですよ。で、そういう人を観察しているとですね、すごくポジティブだったりとかしますし、人はハッピーな時っていうのは痛みをあまり感じないようになってるようなんですよね。僕はね、東南アジアにお家があったりして実際に住んでることもあるんですけども、東南アジアの人々ってね、腰痛の人ってね、日本人ほど多くないんですよ。つまり楽観主義が多いっていうのと、あったかいところにいるっていうこともあって、なんとなくで生きているんですよね。腰痛の人が少ないのはそういう理由なのかなと思ったりもします。実際にアメリカの医学部で分かっていることを聞いてきた皆さんにお伝えしたいのは、今流行りのですね、筋膜ってあるじゃないですか。緊張状態だとか恐怖を感じたりだとか冷えを感じると緊張し続けてる、筋膜が縮んでしまうということが分かっているんですよ。つまり交感神経優位といってですね、活動的な脳が働いている時っていうのは、ある程度ですね、筋膜が縮みっぱなしになってるよってことなんですね。筋肉を取り巻いている袋が緊張しているっていうことは、その中も緊張する可能性がありますよね。関節を硬くしているのは筋肉である。そして痛みを出しているのも筋肉であるってことが多いので、筋肉の緊張を作っているのは、もしかしたらご自身の緊張だとかネガティブな考え方だとか恐怖だとか不安なのかもしれないなっていうのを分かってきているそうです。でも猫背だとか反り腰すぎる人っていうのは筋肉のテンションが上がってきたりしてしまいますので、不安だとか恐怖だとかを感じなかったとしても、いつも筋肉が緊張している状態を作っている可能性がある。そして胸椎の動きが悪くなってきてしまうために、代わりに腰椎がねじれることになってしまう。そして椎間板ヘルニアになってしまう可能性もあるよっていう話をですね、覚えておいてほしいなっていうふうに思っております。皆さん、今日のお話はどうだったでしょうか？緊張しないで生きるっていうのは日本人にとってはなかなか難しいことかもしれません。ですけれども、ある程度リラックスしてですね、力を抜いて副交感神経を優位にですね、リラックスして生活していただくとですね、今ある悩みっていうのが少しですね、改善していくんじゃないかなっていうふうに考えられます。よかったら今日のお話を参考にし、そしてよかったらですね、皆さんにシェアしてほしいなっていうふうに思います。またチャンネル登録といいねボタンの方もよろしくお願いいたします。時々またこのようにですね、アニメ動画で語らせてください。今日はこんなところです。現場からは以上です。